皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回はホテルオークラ東京ベイをご紹介します。ホテルオークラ東京ベイは舞浜にあり、ディズニーランドやディズニーシーに行かれる際に宿泊する場所としておすすめのホテルです。ホテルへのアクセスはリゾートゲートウェイステーションからバスが出ていますので、バスでも行けますし、歩いて5分ほどの場所にあるので徒歩もおすすめです。私たちは歩いて向かいましたよ。この時は3泊4日でディズニーリゾートを楽しむため、後泊地としてホテルオークラに宿泊しました。1泊目はトイストーリーホテルへ、2泊目はファンタジースプリングスホテルに宿泊し、それぞれ別動画でご紹介していますので、ご興味のある方はぜひご覧くださいね。ホテルの雰囲気は結婚式会場として利用されることもあり、明るく綺麗で素敵な中庭もありましたよ。宿泊した日も結婚式があったようで、ドレスアップした女性や男性が中庭で写真撮影されている様子なんかも見られました。また後ほどご紹介しますが、今回宿泊した部屋からこの中庭を眺めることができ、広々とした空間をとても贅沢に感じました。噴水もあって素敵なお庭ですよね。それでは早速お部屋のご紹介です。扉を開けると、さらに奥にもう一枚の扉があります。オープン。わー、かわいい。落ち着いたピンクと白を基調にしたお部屋は可愛らしくもあり、落ち着いた雰囲気があります。またとても広く感じますね。そして気になるのはお部屋からの眺め。カーテンを開けると、先ほどの綺麗な中庭が見えますね。上から見ても左右対称でとても美しいです。そしてさらに奥に目をやると海が見えますよ。このお部屋は中央にあるので、中庭と海が綺麗に見えるお部屋でした。さて、お部屋紹介に戻りますが、窓側の四隅の壁から見るとこんな感じ。ベッドの上のライトがいい雰囲気になっています。そして反対側の四隅から見るとこんな感じ。ドレッサー兼テレビ台、ソファーがあります。ソファーのデザインやドレッサーの丸みのあるデザインといい、とても可愛らしいインテリアです。ベッドの両端には小さなベッドサイドテーブルがあります。ピンクの丸いクッションが可愛い。丸いクッションってインテリアとしてありですね。いつか自宅の模様替えをする時の参考にしようかな。また電源は複数のデバイスを充電できるようになっているのもいいですよね。お次はドレッサーです。今回はディズニーに3泊4日で遊びに来ていて、疲れ切って PC 作業はできなかったのですが、奥行きもあるので作業デスクとしても良さそうです。またデスクの引き出しにはなぜかバスローブが入っています。もう一つの棚は空なので、連泊される方は収納には困らなそうですね。そしてお次はバスルームのご紹介です。まずは洗面台から。ワンボールですが洗面台は広いので、水回りは譲り合う必要がありますが、2人並んで身支度することができますね。またアメニティ類はヘアブラシ、フェイスマスク、歯ブラシ、コットン、ヘアバンド、カミソリなど充実していますね。一日中屋外で遊んだ日はお肌のケア入念にしたいので、フェイスマスクは嬉しい。
また可愛らしいピンクの巾着ポーチもありましたよ。これはなんだか珍しいですね。石鹸類はあり、使った感じは日本のホテルなので、大体の方にとっては良い使い心地なのではないでしょうか。そして最も大事なのがバスタブ。足を伸ばせる広いお風呂でしたよ。またなんと1分でお湯がたまるんです。びっくりですよね。ドロドロに遊び疲れた体にはこれは最高でした。またシャワールームも別途ありますよ。さてお次はクローゼットとミニバーです。クローゼットの中もたっぷり収納できるスペースがありますね。ワンピースタイプのパジャマがあります。ここにも収納棚がありました。また靴の乾燥機があり、雨の日のディズニーで濡れた靴を乾かすようでしょうか。さすがディズニー提携ホテルです。衣類の消臭スプレーもあると嬉しいですよね。ミニバーは必要なものはありましたよ。カップとグラスがあり、インスタントのコーヒーもあります。棚の中には冷蔵庫があり、買ってきたものを入れられるようになっていました。このホテルのロビー階には売店があったので、冷蔵庫の中にしまうことができますね。そしてその売店がこちら。売店はドラッグストアということだそうですが、飲み物やお菓子類などの軽食はありました。部屋にも入浴剤が置いてありましたが、売店にも様々な種類の入浴剤が売られています。やっぱりディズニーは楽しいけれど疲れるので、入浴剤を買ってしまう気持ちがよくわかります。また子供用の歯磨き粉なんかもありますね。ドリンクやお菓子類、雑誌、薬類もありましたよ。この他にホテル内にはディズニーのお土産ショップもあります。子供が学校で渡す用のお土産に良さそうなキーホルダー、文房具が充実していました。また小分けにできるお菓子類が多いですね。パーク内で買い忘れた際にはいいかもしれません。また結婚式をされる方も多いためか、カップやお皿類なども売られています。いい記念品になりそうですよね。そしてお次はホテル内レストランのご紹介です。今回は懐石料理レストラン羽衣に行ってきました。どうしてもパークの中は洋食が多くなってしまうので、和食を食べたくなってしまうんですよね。レストランの中からは池のお庭を眺めることができ、いい雰囲気です。この時は平日の夕方の早い時間ということもあり、かなり空いていましたよ。私たち以外には常連っぽいご夫婦と海外からの観光客の方がいらっしゃいました。刺身、和牛ステーキ、天ぷら定食などがあり、今回は刺身定食にしようと思ったのですが、他のページに刺身も和牛ステーキも天ぷらも食べられる羽衣ファミリーセットというコースを見つけたので、夫と迷わずこちらに決めました。とりあえず乾杯です。夜にまたファンタジースプリングスに行く予定だったので、ノンアルビールにしておきました。さてお料理はとても簡単にご紹介。まずは小鉢と茶碗蒸し。小鉢はマグロとほうれん草のおひたしです。茶碗蒸しはかまぼこやエビなど結構具だくさんでした。お次は純菜のそうめん。純菜の入ったおそうめんなんて最高ですね。
一日中外で遊んで熱を蓄えた体が冷めていくよう、本当に美味しくいただくことができたので、家でも純菜のそうめんを作りましたよ。お次はお作り盛り合わせ。アオリイカ、マグロ、タイ。そうめんの後のお作りの流れは完璧ですね。お次は和牛ステーキ。ステーキと合わせて白米、赤だし、このものも来ましたよ。白米にバウンドさせて美味しくいただきました。白米についたステーキのタレってなんであんなに美味しいのでしょうね。ステーキを食べていると天ぷら盛り合わせが出てきました。エビが4尾も。夫はエビ好きなので嬉しそうに食べていました。そして水菓子はスイカ。ホテルのご紹介はこんな感じです。お部屋もサービスもレストランも遊び疲れた体に優しいサービスばかりで快適でしたよ。今回はホテルオークラ東京ベイのご紹介でした。この動画を少しでも皆様に楽しんでいただけると嬉しいです。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。